今日のエピソードでは分数の足し算引き算を学習します。分数を足したり引いたりするためには各項の分母が同じでなければなりません。分母が揃っていない場合、通分という処理を行って分母を統一する必要があります。まずは分母が揃っているパターンから見てみましょう。3分の2足す3分の5引く3分の1を計算します。各項の分母が揃っている場合、分子同士を足し引きします。2足す5引く1は6なので、分子は6、分母は3、つまり3分の6になります。分数はなるべく簡単な形で表さなければならないので、ここで約分という処理ができるか確認します。約分とは分子と分母を同じ数で割ることです。6と3は両方とも3で割ることができるので、6割る3は2、3割る3は1。よって3分の6は1分の2になります。分母が1の場合、分母を無視して整数として扱います。つまり答えは2です。次に分母が揃っていないパターンを見てみましょう。2分の1足す3分の5引く6分の7を計算します。この式では3つある項の分母がすべてバラバラです。この場合、通分という処理を行います。第一に分母にある3つの数字2、3、6の最小公倍数を考えます。簡単に言うと2、3、6のそれぞれに0以外の数字をかけて3つを同じ値にするとき、それぞれの数字にかけるべき一番小さい数は何かということです。3つの数字のうち一番大きな数字である6に注目します。6は 2×3 です。よって最初の数字である2を6にしようと思ったら2に3をかければいいのです。同様に2番目の数字である3を6にしようと思ったら3に2をかければいいのです。まずは1つ目の項2分の1の分母にある2に3をかけてみます。すると6分の1になります。しかし2分の1と6分の1は全く別の値です。なので通分をするときは分母にかけた数字と同じ数字を分子にもかけなければなりません。つまり 2×3 分の 1×3 イコール6分の3です。同様に2項目3分の5の分子と分母のそれぞれに2をかけると6分の10になります。3項目の6分の7の分母はすでに6なので何も手を加える必要はありません。これでやっと3つの項の分母が揃ったので分子同士を足し引きできるようになりました。3たす10引く7は6です。よって6分の6、つまり1が答えです。最後に整数と分数の足し算引き算を見てみましょう。整数と分数が混ざった足し算引き算では整数を分数に変換しなければなりません。2たす3分の4を例にとってみましょう。まず2を分数として表すと1分の2になります。この分数の分母を3に揃えるために分子と分母の両方に3をかけます。1×3 分の 2×3 は3分の6です。これで通分が完了したので分子同士を足し合わせます。6たす4は10。よって答えは3分の10です。今回は約分はできません。今日のエピソードはこれでおしまいです。次回は小数を分数に、また分数を小数に変換する方法を学習します。